そば殻が前回のカニの正体が分かりました。コメントいただいたので調べてみたらそば殻ガニだそうです。江戸時代の文献にも江戸時代の映像が見たから出てたらしいです。これだ。やっぱりとっても珍しいらしく、というか知っとる人すげえなこれな。これ江戸時代のやつ？江戸時代のなんちゃらって書いてあるよ。これほんならだろうな。ということだそうです。あ、本当だ。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃんこれ本当。江戸時代の絵にも残ってたそうです。もうまさしくこれでした。自分が見たの。やったねのび太くん。今日潮早いですね。それにしてもサワラ流せが流れていくスピードがめちゃくちゃ速いです。もう1時間で見えない方まで流れますね。ああ、もう桃色がなんともうオカメ分布が今年は多いんでしょうね。夏になったらめちゃくちゃ出るかもしれません。こんな時期からあったらまたしてもイカちょっと早めに行けてきます。おお、カニ。そしてカニ嬉しいですね。カニはいつでも安定のいい値段。これは嬉しいですね。とりあえずちょっとイカを生けてきます。2番目はちょっと魚入り悪かったんですけど、砂加減がちょっと悪かったかもしれませんね。砂加減で入り全然違うんで、ちょっと2番目は負が怖くて短めにやったんですけど、短めにやったのがいけなかったのかもしれません。さてこれらをちょっと先に生けてこないといけません。カニもちょっと大潮終わったんでカニが離してますね。こうカニはちょっと浅いとこ行けば多分いると思うんですけど、もうこう持ってるやつは今もう禁漁なんでカニ狙っても拾えませんので、いたとしてもだからあんまり狙ってないんですけど、これはラッキーでした。もう大潮終わった後なんで今日は離してますね。ナイスナイス、超嬉しいですね。羽でもめったに撮影できないんでしっかり撮影しておきましょう。よいしょ。しかしもう今から桃色はびっくりですね。自分たちはこのオカメボンブのことを桃色とかネビシャって言ってますけど、こんなもう6月の頭から見えてたら大変なことですね。またやれんぐらいいるんじゃないでしょうかね。やれないぐらい夏になると。よいしょ。何気に隠れキャラでこういうところに、さすが海の中で保護色だけあって分かりませんね。ここに怖い。砂加減は結構重要なんですよね。入る入らないが全然変わってきますから、自分の親戚のおじさんに砂加減すごい上手な人がいて、ものすごいヒラメ取りのおじさんでしたけど、そのおじさんはもう本当に上手でしたね。どこやってもよく取るおじさんでしたけど、もう量上がってしまいましたが、いやちょっと大き出したらエビ少ないですね。田口の方がいいかもしれませんね。エビはとりあえず頼まれた分だけなんとかしないといけません。奥さんにメールしました。返信が返ってきました。まさにその通り。やったね静香ちゃん。今日はほぼ一晩中下り潮なんですけど、なんかいつの間にかですね下り潮の方が良くなってしまいまして、おっとびっくり。ヒラメ全然よくしてませんでした。びっくり。ちょっとなんか元気がないな。急いで行けないと。この前の網にニベがたくさんいたんでいるかと思ったらもういませんね。ヒラメいるんですね。なんと時期的にでももう産卵後なんで全ての魚が痩せてますけど、これならいいんじゃないですかね。全然悪いように見えませんけど、ニベと赤ゲタがさっきの網いたんでいるかと思ったら一番ごと
いると思って同じとこ回ったらいない感じですね。よいしょ。ちょっと急いでヒラメちゃんだけ先にちょっと行きましょうか。よいしょ。結構もう針玉が安い魚でいっぱいになっておりますんで、どこに行けようかなという。よいしょ。どこに行けようか。まあ何もかも安いんで、ヒラメも安いですけど、でもおまけとしてなら全然ここに行きましょうか。全然ありでしょう。よっこいせ。前の網ヒラメに気を取られまして、下り潮の話が全然飛んでしまいましたけど、おお、なんかすごい、なんか今日はカニがいたりヒラメがいたり、いいもんが見えてます。フレシや大ダコいくらするんでしょうかね。今全然取ってないんで、なんかリベも多いですね、この網。深いとこ行ったんで、おおだってリベの群れに行ったようです。よいしょ、すごいリベだな。で、何気におこでおった。怖い怖い。もう大ダコ足が速いんであっという間に逃げますからね。先にこの下り潮の話って言いながら、今回も大ダコに気を取られて下り潮の話また忘れとるし。おお、またヒラメ、なんとちょっと逃げる。いや危ねえ危ねえ。あっちのゴミ捨て場開けてたんで、ゴミ捨ての蓋危ない。しかもでっけえ。なんかいい潮のタイミングだったんでしょうか。大ダコにヒラメにこんな奇跡やな。こんな奇跡があった時に限ってカメラ回ってないと回っとるよな。これオッケーオッケー、回っとります。いくらするんでしょうか。ヒラメが激安なのは分かってるんですけど、でももうそれはいないよりいた方が全然いいんで、しかもすっごい肉厚。ここもパンパンに腫れとるし、まだ産卵前ですかね。そしてちょっと大ダコ先持っていっとかないと。こいつも気づいたら逃げてますからね。急いで行けましょう。今日はですね、一晩中下り潮なんですよね、ほぼ。だからカメラ持ってきたんですけど、今日は多分魚入るんじゃないのかなと思って。なんせ下り潮の方がもう全然もう数倍魚が入りますんで、それが自分が沖へ行きだしてですね、もうこの方ずっと上り潮の方が良かったんですよね。もう行きだしてこの方です。まあ春や秋にですね、朝の潮と夕方の潮が逆になりますよね。その時だけちょろっとだけしかしこの網ええな、同じとこやってるんですけど、エビもおるし赤ゲタもおるし、春や秋にちょっとだけさっき言いましたけど、下り潮がいい時はあるんですけど、もう年間通しでもうほとんど上り潮の方が良かったんですよね。それが去年の秋からなんか知らんけど、もうずーっともう下り潮の方がいいんですよね。とりあえず一生懸命生きてきました。白こっちはダメです。これぐらい入るとちょっとかけり回らないといけないんで忙しいですね。去年の秋から一体何があったのかほんと不思議なんですけど、自分とこの近くの福山とか、同じ岡山県の玉野や宇野とや下津井や、そういうとこも日生ですね。そういうとこも下りの方がいいんでしょうかね。なんせずーっともう何十年間も上り潮の方が良かったのが、去年だけから急に下り潮の方が良くなりましたんで、ほんと何があったのか不思議でならないですけど、底潮と上潮の速さが今まで下りと上りが気候の変動でまさか底潮と上潮の速さまで変わるんでしょうか。なんだかほんと、うわ危ねえ、なんだかもうほんと不思議でならない。大型船も走っておりますので気をつけないといけません。やったね出来すぎくん。今日は休み明けなんですけど、休み前が下り潮が多かったんで
結構良かったんですよ。だから今日ちょっと今日は下り潮、ほとんど下り潮なんで持ってきたんですけど、持ってきて良かったですね。持ってきて良かったっていうのはカメラをです。この時期はもう下手すると赤字の日とかもあっても全然不思議じゃないんで、もうちょっとさっき良かったらもう調子に乗って網閉めるの忘れてます。全然ダメじゃないですか。一番良くても一番悪いとこんなもんほぼ0円ですね。一番こんなんではちょっとダメですね。さっきのいいのが2番分でということになってしまいました。そして次の網は網がかかって、もう潮返しとったんですね。道具がひっくり返ってきてます。せっかくさっきのいい網がもう台無しですね。3番で結局あれしかいなかったことになってしまいました。こういう時は一回道具をまっすぐ立てまして、まっすぐにして繰り返します。これで治りました。こんなことになったら当然ですが、片網は何も入ってないでしょうね。またいやーダメですね。エビもいないし、そういやエビを取らないといけないの忘れてましたね。こんなエビ少なかったらちょっとやばいです。このままだと頼まれてるエビが取れませんね。いいものは幕げた1枚だけ。ほぼのちっちゃいの頼まれてるんで切るかな。よいしょ。やっぱり飼う人は小さい方がいいらしいですね。大きく成長するのを見るのが楽しいんでしょうね。やったねスネ夫。やっとまともに道具が行ってくれましたけど、もう上り潮なんでこれからちょっと魚も減るでしょうね。でももう帰る時間なんであとちょっとやって帰りたいと思います。もう赤けたエビ、ちょっとエビの方へ移動したんでエビが多いです。なんせこのままだとちょっと頼まれてるエビが取れそうにありません。エビのことすっかり忘れてました。お、これがいいですよ。やったー、取りました。一つが外子ですんで、ちょっと港で再放流したいと思いますけど、これはなんとカニです。やりました。嬉しい。カニだけはもう年中、一応もう年中エースです。もうこんな2目なんかって言ったらいけませんね。2目では到底カニには追いつきません。よいしょ。エビがなんとかいてくれましたね。しかしさっき言った変なカニなんでしょうね。面白いカニでしたね。南の方のカニがまた入ってきたんでしょうかね。それだったら全然珍しくないですけど、もしかしたら新種の発見かもしれません。もし命名権をいただけるんならゆず青ポンピヌスと名付けたいと思います。ヌスでちょっと学術名的な感じを醸し出しながらのユジュポンタオピーの名前をこっそり忍ばせておくという作戦でいきたいと思います。カニが見えなくなっておりますが、よいしょ。おお、またオランダザミですね。よいしょ。君より島沖で取らせてくれればいいですけど、またホーランでした。残念。これを拾わないといけません。足りるでしょうか。大凧の赤ちゃんも見え出しましたね。かわゆすぎ。やっぱ残りになったら全然何もいなくなりましたね。これは厳しい。これは厳しい。お、でもカニ入りましょう。これが良かったです。あとこれがマゴチなら残念な白コチです。
気をつけないと。なんと4時20分なんですけど、もう夜が明けてます。早い。夜が少ない。本当に明るくなっております。お母さんが待ってくれております。ナイルビ頼まれた分だけいけれたでしょうかね。もうなんせ水温高いんで死んじゃうんで、2キロぐらい取れても2キロぐらい取れてるな、多分。ここは珍しくなんかいいもんがおって、なんかいつもいいもんなんかおらんけどな。なんかいいもんがおって、これはいいもんじゃないですけど、一棚で売ってもいいな。ただ一棚で入りきらんわな。あれ、大凧か手長凧に変わったわけじゃねえかろうな。手長1匹だけでした。カニさん、コーランも黒金だったやつは、黒色だったやつは帰るまでに話してましたね。これとか帰るまでに話してました。これだけ言いましたかね。今日はカニが久しぶりにおった感じがします。新地下り潮ばっかりなんで、潮ニベがこれと死んだのもクーラーいますけど、こっち黒こっちだけ拾いました。よいしょ。大凧さん、今日はちょっと閉めてる。なんか今日はやったらおこぜが多かったな。こんなほんと久しぶりですけど、こんな夏でこんなおるんかと。おかげで見て、これまたもやもうドラえもん。うわ、すげえ。可愛すぎるぜ。肉球。そしてヒラメ生きとるかな。あ、生きとる生きとる。なんと初めの頃におったのに生きとる。まだおるんや。なんとな日ぶりかにヒラメを見ました。でかいよ、しかもな。ほんまできちゃう。これだけでかくても大してしないというね。恐ろしい。なんせ料理屋さんが開いてませんので。よいしょ。よっこいせ。続きと。なんか今日はハモ少なかったけど、効率が生きてくれてるじゃん。ほんまだ。ハモさん。よいしょ。前半にいたイカさんたちですね。クーラーの中はニベと氷締めの。あとはもうジャッコです。デビラとか。こちらは赤ゲッター、これがないです。よいしょ。ゲタ刺しが取ってきてたら安いけど、取ってきてなかったらいいけん。大きいのだけ別にしといて。よいしょ。以上です。疲れました。さて売りに行きます。売ってるところを取ろうと思ったんですけど、来たらすぐ売りで一生懸命売ってやっと売り終わりました。撮影できず激安です。ドン引きするぐらいです。黒は話してくれたんですけど、黄色はさすがにまだまだ。より下沖で脱皮して大きくなって秋に入ってちょうだい。よいしょ。絶対秋に入ってくれるはずです。